こんにちは、リョイルギターです。MNG マイニューギアしました。それがこのギブソンカスタムショップ製レスポールオックスブラッド。そう、オックスブラッドです。はぁと思ったあなた、鋭い。そう、ジェフ・ベックです。ジェフ・ベックのアルバムで言うと、ブローバイ・ブローのジャケットにね、描かれているあのギター。そう、それこそがオックスブラッドであります。いやー、渋い。かっこいい。もう、なんか、持ってるだけで、うほーって感じで、ね、テンション上がりますね。で、実は、先んじて私の X、昔の Twitter ですね、に、マイニューギアしましたという内容で投稿したところ、皆さんから、非常にテンション高いリプをいただいてですね、微笑ましいな、やっぱみんなギター好きだな、もうちょっとポンと上げただけで、オックスブラッドっていう感じで、リプしてたんじゃないかなというね、勝手な思い込みですけれども、そういう印象もあった、このオックスブラッドです。さあ、そんなオックスブラッド、いろいろ音とか、弾いた感じとか、おしゃべりしながら、解説とは程遠いですけれども、まあ素人レベルでこんな感じというのをお伝えできればなと思います。それでは早速行ってみましょう。さあ、そのオックスブラッドなんですけれども、まあ見ての通り、まず目が行くのはここブリッジですね。バーブリッジです。もう私は欲しくてたまらなかったこのバーブリッジのレスポール。通常ですと、まあチューンオーマチックという、ブリッジがついて、で、テールピースという形になるんですけれども、このオックスブラッドはもともと54年製のレスポールを、改造したものになるので、ブリッジが54年製のレスポールだと、まあ、バーブリッジのものになりますよね。そのまま、継続して使っているという感じです。で、思いました。オクターブチューニング大丈夫なんって。大丈夫です。ここ、見えますかね。まあ、写真にしましたけれども、ここをまあ、回して位置変えるんでしょうね。まだ変えてないんですけど、それで多分、オクターブチューニングしていくんだと思います。でしょう。じゃないとね、なかなか使えないですもんね。オクターブ合わないと無理じゃねっていう感じなんですけれども。まあ、まず目を引くのはこのブリッジ。で、あと、まあ、ブリッジに非常に近いこのリアのピックアップ。これなんですけれども、通常のレスポールに比べると少しリア寄りになってるらしいです。ちょっと後ろですよね。ってなると何が起こるかっていうと、トレブリ気味になるという話らしいです。まあ弾いてて、まあ確かに言われてみりゃなんかちょっと高音出るよねっていう気がするんですけれども、ピックアップ、の位置によって拾う音というか影響は変わってくると思うんで、まあそれは当然だわなという気がしてます。まあそれがこの、ピックアップ周りの特徴ですね。あと、色なんですけれども、オックスブラッドなんで若干赤みがかってるかなって思ってたんですけど、実際に肉眼で見ても黒いです。光の当たり具合とかでもそんなに赤みがないな。これからこう定年していくと、赤みが出てくるのかな、どうなのかな、というところであります。まあ黒いな。で、裏側も、まあ、こんな感じ。黒い。ですね。まあそんなところですね。あとヘッド、ここ、トラスロッドカバー。ここもですね、オックスブラッドならではのこの縁取りが、白くされてないやつで、これはこれでかっこええなーっていう感じがします。そして、ペグがグローバータイプですね。レスポールって言うとどうしても、個人的には、クルーソンタイプの方がかっこいいなと思ってるんですけど、このグローバーペグでもまあ、なかなか、渋くて、なんか可愛らしいですよね。ちょっと小さくまとまってて。なので、まあ、パッと見の感じは、そんなところですね。とりあえず、素人なりの解説は、こんな感じ。まあ、実際に音聞いてなんぼですわな。というわけで、まずは、クリーンから弾いてみましょう。はい。それでは早速弾いていこうと思います。使用アンプはマーシャルのバルブステイト8080モデル。これのクリーンチャンネルとブーストチャンネル両方使って音出していこうと思います。では、まずはクリーンから。
まあ、言われてみりゃちょっとトレブリーかなという気がします。あと弾いてみてネックなんですけど、まあ54年製をモデルにしてるんで結構太いんかなとか思ってたら、意外とそうでもなくて、まあ握りやすい、すんごい弾きやすい感じですね。ちょっと他のピックアップも行きましょう。はい。クリーンだとこんな感じ。やっぱり、ちょっと、何回も言っちゃうけど、リアは高音が出やすいですね。パキッとしていて、いい感じの張り具合。じゃあ次は、歪ませてみましょう。はい。では、歪ませます。はい。結構迫力ある音ですね。で、やっぱりトレブリーさは変わらず、高音が結構出るなという印象です。あと、結構皆さん気にしてると思うんですけど、ブリッジミュート。しにくいんじゃないのって思われると思うんですけど、意外としやすいっていうか、あんまり、普通のレスポールとの違いを感じないぐらい、ブリッジミュートいけます。ね。いい感じ。ちょっと、他のピックアップいってみますか。はい。まあ、歪みはこんな感じです。まとまりいいっすよね。なんか暴れることもなくギュッと締まった感じの音がして、すごくこう、弾いてて気持ちいいというか、おー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 って感じで、楽しいです。そんな、オックスブラッドのレスポール、今回、軽めではありますけれども、紹介してみました。今後の動画でも、いろんな場面で出てくると思います。オックスプラット。それぐらい超気に入ってます。まあ、もしリクエストとかあれば、どんどん受け付けます。オックスブラッドでこのエフェクター弾いてくれとか、このアンプで弾いてくれて、まあもちろん手持ちのものにはなりますけれども、そういうリクエストも受け付けているので、チャンネル登録、いいねボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。あとコメントですね。コメントいただけると非常に嬉しいので、遠慮せず、どんと来いよっていう感じなので、まあアンチコメントはお控えいただきたいんですけれども、コメントしていただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はギブソンカスタムショップ製レスポール、オックスブラッド弾いてみました。